皆さんこんにちは、パルです。今日も先生のポッドキャストを聞きに来てくれてありがとうございます。今回はもうすぐクリスマスということで、サンタさんの帽子をかぶってみました。どうですか？見えますか？後ろはね、こんな感じでポンポンもついています。はい。ということで、今回は日本の部活動と先生が学生時代に所属していた部活動の先輩ルールについてお話ししたいと思います。はい、皆さんの国の学校には部活動ってありますか？部活動っていうのは学校の授業が終わった後にスポーツとか学問とか文化的な活動に参加する課外活動のことです。で、日本の学校には基本的に全部部活動があります。先生の小学校から高校までも部活動がありました。で、日本の部活動は基本的に2つに分けることができます。一つはスポーツ系の部活動で、二つ目もう一つが文化部です。で、スポーツ系の部活動はみんなも多分わかると思うんですけど、スポーツ全般ですね。バスケットボールとか陸上とか、バレーボールとかサッカーとか卓球とか剣道とか、全部スポーツはスポーツ系の部活動になります。一方で文化部に分類されるのは今言ったスポーツ系以外の部活動です。じゃあ例えばどんなものがあるかというと、美術系の部活動、絵を描くとか、あとは吹奏楽部、音楽系とか、あとは映画研究部とか、こういったものはすべて文化部にあたります。で、2つに分けられるんですけど、実はもう一つ帰宅部と呼ばれるものがあります。帰宅部の帰宅の意味は家に帰るという意味です。つまり帰宅部っていうのは部活動に参加しないで学校が終わったら直接帰る人のことを帰宅部と言います。で、先生の学校は小学校と中学校に限っては全員参加でした。必ず一人一つ参加する部活動を選ばないといけませんでした。じゃあみんな、先生は何部だったと思いますか？ちょっと当ててみてください。でもね、よく先生はその部活っぽいと言われます。意外じゃないらしいです。何っぽいですか？ちなみに小学校と、高校は同じ部活動でした。中学校だけ違う部活に入っていました。なぜかというと、その小学校と高校の時に参加していた部活動が中学にはなかったからです。何っぽいかな？当てられますか？ちなみにヒントはスポーツ系の部活動です。でね、当時スポーツ系の部活動を選ぶ人が多かったです。で、その理由は受験に役に立つと言われていたからです。風の噂でスポーツ系の部活動に参加した方が受験の面接の時とかに役に立つよと言われていました。本当かどうかはわかりません。でもみんな信じてたし、その頃の自分たちの親も、スポーツ系にしなさいっていう人がなんか多かったんです。じゃあみんな先生の部活動分かりましたか？はい。先生の部活動は小学校と高校が陸上部、
中学校がバレーボール部でした。どうぽいですかどうですかね。はい、先生実は陸上が大好きなんですけど、中学の時にね、どうしても陸上部がなかったのでバレーボール部を選びました。で、小学校と高校の時に参加していた陸上部は、先生は短距離走で選手として出ていました。100メートル走るんですけど、大会にも何回か出ました。初めての大会は小学校4年生の時だったんですけど、みんなの前でつまずいて遅れてしまいました。緊張しすぎてつまずきました。今でも覚えています。観客っていうか、その応援している人もすごくたくさんいたので、もう恥ずかしすぎて逆に笑うことしかできませんでした。ね、高校生の時は陸上部に入ったんだけど、顧問と先輩が優しすぎて辞めてしまいました。なんか部活動、その陸上部全体的に緩かったんですよ。で、緩いっていうのは厳しいの逆で、ルールがなさすぎる。あとはなんかそんなに頑張らなくていいよとか、いつでも水分補給してね、女の子だからその本数も男の子より少なめでいいよとかって言われて、それが先生には合っていなかったんですよ。それでやめてしまいました。で、中学のバレーボール部が一番印象的なんですけど、めっちゃ厳しかったです。もう二度と戻りたくないっていうぐらい厳しかったです。あの頃に髪もちょっと短くしたかな。髪を触ると怒られてしまうので、髪も短くしました。で、顧問も一つ上の先輩もすっごい厳しかったんですけど、二つ上の先輩だけは優しかったんですよ。本当にびっくりするぐらい優しくて、先生たちの1年生はみんな3年生の先輩が大好きでした。問題は2年の先輩、1個上の先輩がやばい本当にやばいぐらい厳しくて、まあ中学生だからっていうのもあるかもしれないんですけど、なかなか、なので1年生の中でも2年生の先輩が原因で辞めた子も多かったです。もうその先輩の怖さに耐えられなくて辞めたっていう子が何人かいました。確かにいました。先生も2年間かな、その先輩たちと一緒に部活しているのは2年間なので、その2年間は、なんか今思うとよく頑張ったなーって思うぐらい厳しかったんです。で、最初に言った先輩ルールについてここからお話ししたいんですけど、その最初に言った先輩ルールっていうのが、その2年生の先輩、1個上の先輩たちが1年生に、強制したというか、1年生に対して作ったルールが先輩ルールっていうんですけど、本当に数えきれないぐらいありました。正直忘れている先輩ルールもあるので、先生がまだ覚えている先輩ルールについてお話しします。まずは一番厳しかった先輩ルールです。もうこれだけはやったらめっちゃ怒られるっていうルールがあって、それが片足重心です。片足重心っていうのは、みんなが立つ時に両足まっすぐ立つのではなくて、片方の足をちょっと曲げて立つことを片足重心って言うんですけど、これだけは絶対にしてはいけませんでした。もうしたらめっちゃ怒られるの分かっているので、みんなしないか、もしくはちょっと隠れて見えないところで片足重心するっていうのをやっていました。これが
結構きついんですよね。普段もちろん部活動でバレーボールしているので疲れるんですよ。休憩も少ないし疲れる中でこうやっていて、でも休憩の時も片足重心できないっていうのがなんやかんや結構きつかったです。これが一番印象的な先輩ルールです。他にはなんか意味がわからないルールがあったんですけど、朝登校する時、先生たちの学校は朝自分たちで登校する。で、自転車も使ってはいけなかったので、必ず歩きで登校しないといけないっていうルールが学校であったんですけど、歩いていて、例えば目の前に先輩を見つけました。そしたらまず先輩のところまで全力で走っていって挨拶をしないといけませんでした。で、おはようございますって元気よく挨拶したら、ここから先輩が自分たちのことが見えなくなるところまで走らないといけなかったんです。つまり、自分たちの視界から先輩が見えなくなるところまで一旦全力で走るっていう意味がわからないルールがありました。これも結構きつかったです。例えば一直線の道なんかはずっと走らないといけないので、これが結構しんどいんですね。で、優しい先輩は、いいよ、走らなくていいよ、歩いていいよみたいな言ってくれるんですけど、厳しい先輩は何も言わないので走らないといけないっていうのがありました意味わかんないでしょ？先生も今考えても何のためのルールなのかは理解できません。よくわからないですね。他にもカバンにキーホルダーをつけてはいけないとか、ステッカーを貼ってはいけないとか、あとはボールをまず最初に後輩が先輩に渡さないといけないとか、あと休憩の時に水分を取っていいか先輩に確認してからじゃないとダメとか、大丈夫っていうルールがたくさんありました。他には何かあったかな？いや、絶対あったと思うんですけど、意外と思い出せないものですね。もう何年経ったんだろうっていうぐらい経っているので結構忘れちゃったんですけど、厳しいですねはい、みんなの学校の部活動にもこういった先輩ルールとかってありましたか？というか、そもそもみんなの国では先輩と後輩の関係って厳しいですか？日本は結構厳しい方だと思います。もちろんそんなに厳しくない部活動とかもあると思うんですけど、先生の学校のバレーボール部とかバスケットボール部とか野球部とか、基本的に先輩後輩の関係が厳しかったと思います。で、その時子供だったので、先生たちもよし、自分たちも後輩がこのねバレーボール部に入ってきたら厳しくしようみたいな言ってたんですよ。こんなルールにしてこれにしてみたいな。今だったらしないですけど、その時子供だったので、自分たちがやられたようにやるっていう思考になってたんですよね。よし、じゃあもうすぐ入ってくるねっていう時に、なんと自分たちの代でこの部活が廃部になることが決まったんです。つまり廃部になるということは後輩が入ってこないということなんですよ。なので結局先生たちはその後輩が入ってこなかったので、ただ自分たちがやられただけで終わりました。不幸中の幸いかもしれないですけど、はい、そんなことがねありました。で、日本には他の国にないような部活動もあって、日本の伝統的な文化、例えば茶道部とか華道部とか
あとさっきちょっと話したけど剣道部とか、あと柔道部とか、そういった日本らしい部活動もあります。例えばまだ学生でこれから留学したいとか、そういう方がもしいれば、ぜひ日本の、そういった文化の、活動に参加してみてもいいと思います。もしもう学生じゃないよ、社会人になっちゃったよっていう人であれば、日本に来た時にそういう体験ができる教室もあるので、そういったところに行って体験してみるのもいいと思います。先生は剣道はやったことがあります。他には書道も得意ですけど、好きなんですけど、華道とかやってみたいなって思ったりもします。綺麗に花をさせたらかっこいいなって思うので、ちょっとやってみたいですけど、今のところそんな予定はないです。ということで、今回は部活動と、先生が体験した先輩ルールについて紹介しました。ではまたね、ポッドキャストで会いましょう。じゃあまたね、バイバーイ。